私の最大の問題は寝つきが良すぎることだ。というか、生存ホラーゲームに放り込まれても、たった4秒で爆睡できるレベルだ。ベッドの足元には血まみれの少女が立っていたが、私のいびきは壁を揺るがすほどだった。首吊り女の絵画の死体が真夜中に目を開けたが、私が歯ぎしりしているのを見るのが関の山。真夜中に熱くなった私は寝返りを打ち、何か冷たくてしっかりした感触のものを抱きしめた。気持ちよかった。最終ボスが囁いた。目を開けるつもりはあるのか？それとも、ただの抱き枕代わりか？システム、ゲーム廃屋のクレストフォールマナーの回帰のロードが完了しました。システム、プレイヤーエヴァ・ナイチンゲールがゲームに参加しました。システム、プレイヤーランク C。ゲーム内に具現化した瞬間、長いマホガニーのテーブルを囲む他のプレイヤーたちが騒然となった。冗談だろ？俺たち全員 A ランクなのに、システムが C ランクの新米を放り込んでくるなんて。XP 目当てで命知らずな奴もいるんだな。こいつは死にたいんだよ。C ランクがクレストフォールマナーに？一晩も持たないだろうな。テーブルには9人の男女が座っていた。皆、数々のデジタル地獄を生き抜いてきた熟練の A ランクプレイヤーたちだ。彼らは私をまるで幽霊でも見たかのように、しかも新人の子守を押し付けられたことに立然とした表情で見つめていた。優しそうな顔をした若い女性が口を挟んだ。みんな、落ち着いて。C ランクが A ランクインスタンスに転送されるなんて何か秘密兵器があるんじゃないの？でたらめを言うな。C ランクに何ができるって言うんだ？まったくだ。彼女が経験したインスタンスなんて数えるほどだろうが。最初のグールの出現で失禁するに決まってる。女性は私を見て促した。ねえ？何かあるんでしょ？秘密兵器？確かにあった。少し考えて、私は真面目に答えた。私はとてもよく眠れるんです。プレイヤーたちは沈黙した。そして声を揃えて言った。ふざけてるのか？ライブ配信のチャットが湧いた。配信者、スキルがなくても大丈夫だよ。ウケる、そんな情けないスキル言わなくても恥かかなくて済むのに。配信者、帰ったら？お願いだから帰って。内心でため息をついた。彼らにはぐっすり眠ることの真の力が分かっていない。プレイヤーたちがショックから立ち直ると、革ジャンの男がどやどやと近づき、無別の眼差しで私を見下した。遅いぞ。もう部屋の割り振りは終わってる。彼は舌を指さした。地下室の部屋がお前のだ。マナーは3階建てだった。A ランクプレイヤーたちは当然、1階と2階の良い部屋を確保している。私に残された部屋は、10フィート離れていても感じるほどのひんやりとした冷気を放っていた。ドアには血の手形がべっとり。窓から差し込んだ青白い月明かりが部屋の中央にある大きなベッドを照らし出している。チャットは画面越しに見てるだけでも怖いんだけど。チャット、このインスタンスの幽霊は地下室から出現するってみんな知ってるよね。完全にはめられてるよ。チャット見ろ、怖がってる。A ランクの奴らに助けを求めに行くぞ。私は革ジャンの男を振り返り、明るく笑いかけた。おやすみなさい。チャットは疑問符で埋め尽くされた。男、仮にジャックスとしようは、私の平静な反応に呆然と声を失った。私は彼の前でドアを閉めた。そして流れるような動きで靴を脱ぎ、パジャマに着替え、ベッドに飛び乗った。キングサイズベッド。個室。それに枕がベルベット。これが狭い寮の部屋で4年間を過ごした女子大生にとって何を意味するか、誰かわかります？これは天国だ。私は狂気して布団の中でゴロゴロした。
チャット若さって無駄だな。一瞬で寝落ち。チャット、待て、マジで寝る気か？システムはどこからこんな変人を引っ張ってくるんだ？チャット、ちょっと上を見上げてれば、そっとしてたのに。あまりに早く寝入ってしまったので、ベッドの上にかかっている絵画を完全に見逃していた。首をつった女の肖像画だ。このホラーインスタンス廃屋のクレストフォールマナーの回帰は、何年も前にこのマナーで起きた実在の一家惨殺事件が元になっている。5人家族全員が不可解な状況で死亡。以来、屋敷には幽霊が取り付いていると言われている。真夜中の鐘が鳴ると、絵画の中の女の目がパッチリと開き、血の涙を流す瞳孔が下を向き、私を見つめた。乾いたしわがれ声が部屋に響き渡る。彼は私の最新の悪夢。私は彼の最も近き秘密。我らは同じ血を分かつ彼は誰？私は寝返りを打ち、毛布に足を絡ませ、小さないびきをかいた。幽霊は一瞬固まり、次に歯を食いしばって繰り返した。彼は誰？私は歯ぎしりの大きなキリキリという音でいらえた。幽霊は切れかかっていた。絵画の中で髪をかきむしり、足を踏み鳴らし始めた。彼は誰だ？彼は誰だ？彼は誰だ？チャット、待て、これあり？ゲームをバグらせたのか？チャット、この謎を間違えて、この幽霊に内臓をえぐられたプレイヤーは何人いると思ってるんだ？なのに彼女は寝てる。チャット、この配信者岩だな。耳元でジェットエンジン始動しても起きないぞ。翌朝、私はぐっすり眠ってすっきり目覚めた。部屋は普通だったが、絵画の首吊り女は深い怨念に満ちた表情で私を睨みつけていた。システム通知が朝食に降りていくように伝えてきた。私が到着したとき、長いテーブルには食べ残しと汚れた皿しかなかった。悪いなと歯をつまようじでほじりながら脱色した金髪の男が言った。お前の分も食っちまった。どうせすぐ死ぬ C ランクが貴重な資源を無駄にするなよ。昨日私をかばってくれた女の子が何かを手渡した。ほら、私のホットミルクよ。どうぞ。私はそれを受け取った。ありがとう。私はエリオットと彼女は言った。私はあくびをした。ちょっと眠い。他に何かあった？もしなければ昼寝しに行くわ。エリオットは言葉を失ったように私を見つめた。1階で昨夜事件が起きた。プレイヤーが一人死んだとジャックスが発表した。彼が私の肩を揺さぶったので私はうたた寝していたらしい。部屋が空いたから C ランクが使え。私は瞬きして目を覚まし、A ランクプレイヤーたちが作戦を話し合っているのに気づいた。おい。話してるんだ。聞こえてるのか？私はまたあくびをした。ごめん、一瞬寝てた。なんて言ったの？ジャックスは血管が切れそうな顔をしていた。ここがホテルだと思ってるのか？そんな若造がよくもまあそんなに眠れるもんだ。彼がドアを開けるまで、なぜ A ランクプレイヤーたちが突然親切になったのか理解できなかった。目の前には少女の寝室があった。ふわふわの青い雲模様のラグの上には人形が散乱し、中央にはピンクのプリンセスベッドが置かれている。しかし、部屋の明るい内装とは対照的に、ベッドの下からは大量の血の海がにじみ出ており、床にはバラバラにされた人間の手足が散らばっていた。昨夜プレイヤーが死んだ部屋だ。チャット、さあ、眠り姫バは積んだ。ここで寝れば少女の幽霊が確実に訪れる。ズタズタにされる準備をしろ。チャット、あの少女はミニボスだ。寝てれば済むもんじゃない。チャット、ネタバレするなよ。見ろ、怖くて逃げ出しまて、なぜかほうき持って戻ってきた。
私はほうきとちりとりを持って戻り、うなり声を上げながら体の部位を吐き集めた。それから雑巾を取り、隅々まで床を丁寧に拭いた。終わると、エアゾールで芳香剤をシュッと一吹き。まったくこの子は。私は独り言をつぶやいた。寝室の衛生観念がなさすぎる。結局のところ、清潔で爽やかな環境は質の高い睡眠に不可欠なのだ。チャット、この女、前はプロの清掃員だったのか？なんでそんなに平気なんだ？チャット、睡眠に関しては、我らの配信者は本気だ。チャット、他のみんなはゲームクリアしに来てるのに、彼女は家事しに来てる。床が鏡みたいにピカピカだぞ。昼間の家事のせいで、私は夜10時前にぐっすり眠ってしまった。真夜中、ドアの下から分厚い銅臭い血の匂いが染み込んできた。ドアが開いた。血まみれのネグリジェを着た少女が、雲のように四つん這いで部屋に入ってきた。瞬く間にベッドに乗り、飛びかかろうとしている。私のいびきが部屋中に響き渡る。少女は固まり、次に無言のギザギザの叫び声を口を開けてあげた。私は微動だにせず、死んだように眠り続けた。チャット、今だ、少女。噛みつけ。やれ。チャット、有料配信でアクションが見たいんだ。ポップコーン用意したぞ。チャット、俺だけ？なんか雰囲気おかしくない？ホラーゲームのはずなのに、なぜか ASMR 配信に迷い込んだ気分になる。少女は爪でシーツを引き裂き、私の足をめがけて牙をむいて襲いかかった。私はバッと起き上がり、流れるような動きで分厚い面布団を彼女の上にかぶせた。毛布の下に閉じ込められ、混乱した少女は暴れ、叫び声を上げた。私は毛布の端を持ち上げ、彼女の頭だけを出し、体の残りをしっかりと中に押し込んだ。私の顔を見て、彼女は再び叫び始めた。私は優しく彼女の唇を指で挟んだ。いい子だ、もう騒がないで。少女は固まり、大きなシンクの目が一瞬ぼんやりと見つめた。私は彼女をベッドに寝かせ、子供をなだめるように優しくポンポンと叩いた。かわいそうに私は子守歌のように囁いた。ほら、目が真っ赤じゃない。ずっと夜更かししてたでしょ？私の言葉に彼女の目の端から一本黒い涙が伝った。しばらくして彼女はゆっくりと目を閉じた。チャット、GM いる？誰か確認して。これ合法なの？チャット、完全に合法だ。あの少女は何十年もこの場所に出没してるが、誰も彼女を寝かしつけた者はいない。眠り姫エヴァは大ポイントを稼いだな。チャット、エヴァは幽霊たちを子宮に戻すんじゃないかってくらい甘やかしそうだ。私がリズミカルにトントンし続けると、少女は動かなくなり、静かになり、陶器の人形のように微動だにしなかった。間近で見るとなかなか可愛らしかった。チャットはまだ簡単譜の滝だった。翌朝目覚めると少女の姿は消えていた。残っていたのは血のネグリジェからついたシーツの上のかすかな黒いシミだけだった。開花では他のプレイヤーたちが無傷で歩いてくる私を信じられないという表情で見つめていた。お前昨夜ボスに遭遇しなかったのか？ジャックスがどもりながら言った。ただ女の子に会ったよ。一緒に寝たのと付け加えた。いい子だったよ。布団も蹴飛ばさなかったし。部屋中にどよめきが走った。システム、残存プレイヤーの皆さん、最初の3日間の生存おめでとうございます。システム3日目の夜から最終ボスがランダムに徘徊を開始します。質素な朝食の後、システムアナウンスが響いた。一家惨殺事件が題材だから、隠されたボスは犯人だと思うと、あるプレイヤーが推論した。安全のため、全員3階に移動して、
見張り番のスケジュールを組むべきだ。みんなどう思う？すみませんと私が口を挟んだ。ジャックスが嫌悪の眼差しを向けた。C ランクが我々と同盟を？ありえない。近づくな。実は。このゲームをクリアできるのは3人だけだ。お前を集団で襲わないだけでも慈悲だぞ。私はジャックスが超口絶を終えるのを待って、彼の横にある温かい牛乳のパックを指さした。ただ聞こうと思ってただけなんです、その牛乳。飲まないならもらえますか？ジャックスは言葉を失った。部屋中が沈黙し、私を完全な馬鹿のように見つめた。沈黙は同意なり。私は危機として牛乳を受け取り、ポケットにしまった。寝る前の温かい牛乳は完璧な睡眠の鍵だからね。A ランクプレイヤーたちは3階の2つのシュネ室を占領し、私には大小の客室の選択を残した。チャットをかけよう、どっちを選ぶ？チャット、それって疑問？2晩連続で大きなベッドで爆睡してたじゃん。チャット、間違いなく大きい方だ。私は廊下に立ち、2つのドアを見た。そして一瞬のためらいもなく、小さい部屋のドアを押し開けた。チャット、彼女、超能力者？こっち見えてるの？なんでいつも我々の予想と逆のことをするんだ？バカ者。小さい部屋の方が省エネで睡眠の質が上がるのは常識だ。中に入ろうとしたその時、虚空から声が響いた。システム、本当にそれでよろしいですか？システムだった。システム、ここに留まることの結果を理解していますか？システムが介入するのは、プレイヤーが差し迫った重大な危険に直面している時だけだ。小さい部屋は質素な家具が置いてあるだけだった。ベッド、本棚、ワードローブ。少し考えて、私は答えた。素晴らしい睡眠です。間取り、家具すべて私の子供の頃の寝室の完全な複製だった。ためらうことなく、私は助走をつけてベッドに飛び乗り、嬉しそうに布団の中でゴロゴロした。ああ、愛しき我がベッドよ、とても恋しかったよ。システム、ゲームをクリアすることと睡眠、どちらがより重要ですか？もちろん、睡眠ですと私は答えた。真夜中アゲイン。ドスン、ドスン、ドスン。重い足音が枕元で響いた。背の高い、影のような人影がベッドの脇に立ち、その手足は荒く縫い合わされ、長い髪が顔を隠すほど垂れ下がっている。私には見えないチャットは大騒ぎだった。チャット。俺の旦那様が来た。誰がこの男性幽霊目当てで配信見直してる人？チャット、殺戮の時間だ。超興奮。首を折れ。超をえぐり出せ。チャット、このボスのキル率は 99.9%。配信者も今回でおしまいだ待て。配信者、今ボスをベッドに引きずり込んだのか。私は眠りの中で耐え難いほどの暑さを感じていた。すると手が何か冷たいものに触れた。考えずに、私はそれをベッドの中に引きずり込んだ。冷たい物体を腕の中に抱きしめると、すべての蒸し暑さが消え去った。とても爽やかで快適だった。抱擁の中の影は硬直した。私は眠りの中で何かをつぶやき、体勢を変え、その首元にすり寄った。その存在は完全に硬直した。しばらくして、低くしわがれた男性が沈黙を破った。目を開けるつもりはあるのか？それとも、ただの抱き枕代わりか？